頼む、私をここから出せ。今ならまだ間に合う。富様、申し訳ありません。もうお諦めください。なあ、本当に大丈夫なのか？広告を裏切って。さあな。でも、ヘッセ家が勝てば、うちは助かるって話だ。もし負けたら俺たち、どうなるんだ？その時は、エレナ様が取りなしてくれるだろうって、上の奴らは言ってたけど。でも、エレナ様は広告で処刑されるんじゃ。いや、広告の王様は甘いから、きっと助けるだろうって。そんな都合よく、行くもんかね。エレナ様、戦場から撤退した王が戻った数日後、生き残った騎士団員が一人、ラーゴの死の知らせを持って生還しました。特攻？なんでそんなことするんだよ。あの火薬の威力は僕が一番知ってるんだ。そんなことしたらバラバラになって死んじゃうじゃないか。なんでだよ。そんなの僕の計算には入ってない。想定外だよ。だからバカは嫌いなんだよ。ラーゴのバカ、ノーメス天肉かよ。バズ、お母さん、僕はそんなつもりじゃなかったんだよ。小さくしろって言われたから、あいつを助けるための武器を作ったつもりだったんだ。本当だよ、お母さん。うわあ。兄、エレナ様とセアラの死刑執行令状だ。まだ王はサインしてないけど。エレナ様とセアラが処刑される？アンボイスが裏切ったんだ。ヘッセ家と手を組んで騎士団を罠にかけた。もう弁明の余地はないよ。そんなのため。彼女たちは何もしていないのに。無理だ。それが法と契約だから。たとえ兄上がエレナ様と我が子を殺したくないと思っていたとしても、殺さざるを得ない。それが王の責任だ。生かせば納得しない者たちもいる。何より国と王の権威が損なわれる。ここでも兄上は自分の感情を無視されるんだ。そんなこと、そんな思いをさせるために私はお別れしたわけではないのに。最近の兄上はエレナ様のことをよく話されていたよ。チスが強すぎて勝てなくて困るって。すごく悔しそうにしてたけど、でもどこか楽しそうにも見えた。セアラのことも最近は可愛がっていたよ。何かあるはずよ。二人を救う方法が何か。法と契約はいくら君でもあるよ。たった一つだけ。それはアンに君にしかできないことだ。エレナ様、あなた様にはチェスの才能がございますぞ。そうかしら。でもお父様はチェスなんて何の役にも立たないって。そんなことはございません。役に立たぬ際などこの世に存在しませぬ。いつかこの際が必ず力になる日が参りましょう。いつかここから出られるのかしら。もちろんでございます。きっといつかあなた様の価値を正しく見てくださる方が現れます。その時この際は必ずやあなた様を守るでしょう。
王妃様、王がお呼びです。こちらへ。エレナ、国王様。すまなかった。寒かったろう。セアラも大丈夫か？いえ、大丈夫ですわ。君の父は、ブレーコーは何を考えている？父は誰よりも欲深い人間です。自分の利益のためなら娘の命など盤上のポーンほどにも思っていません。こんなことならあなたと仲直りなんてするべきではなかったですね。憎み合っていた方がよほど気が楽でしたでしょうに。そんな顔をなさらないでください。政略結婚なんて所詮こんなものですわ。させない。陛下。お前を処刑などしない。まだお前に一度も勝っていないんだぞ。負け越したまま俺を一生不眠症にする気か？でもそれではあなたの立場が。巫女様がセアラを次の王位継承者に指名した。巫女様が？あとは俺が重臣たちを説得するだけだ。ラーゴト学がいなくなってその席は空いたままだ。数は少ない。必ずねじ伏せてみせる。陛下。待っていろ。俺たちが必ずお前を助ける。巫女様の書記官としてこの会議に加わります。よろしくお願いします。書類の通り、巫女様は王とエレナ様の第一子、セアラ様を正当な王位継承者に指名いたします。婚姻同盟の破棄によるアンボイス家の処罰よりも王位継承者の保護が優先されるべきと考えます。法の立て付けとしてはおっしゃる通りだと思います。しかし、騎士団員の遺族は憤っております。彼らの不満はそのまま王への不満となります。騎士団は制約で家族とのつながりを絶っているはずだ。確かにそうですか。それで割り切れるものでは。分かっている。遺族への賠償は望むだけ与える。それで何とかしろ。かかる戦費はすでに莫大です。この上そのような。賠償金はアンボイス家の資産を没収して当てる。奴らは王を裏切り、国を撃った。その全財産を剥奪し、遺族に分配しろ。文句はないな。確かに、裏切り者の財産を遺族に分けるとなれば、民衆の怒りはある程度収まるでしょう。しかし、問題は血です。アンボイスの血を引くセアラ様を大いに据えるなど、エスセ系の利的行為になりかねません。さよう、大阪手に取ったとしても、その中身が伴わねば、共和国の理解も納得しません。まず、平世系の利的行為だという件については、俺がこの地上から平世系を抹消するから、懸念にもならん。それともう一つ。これは、鉄の宣誓書。密偵に調べさせた。アンボイス家の重臣とニが平世家からの誘いを拒み、そしてエレナが陰謀に加担していなかったとの証言が綴られている。そして、セアラを王位継承者と認め、エレナを生かすことが、法と利益の両立であると理解できない者は、この席からされ、ラーゴト学を失い、俺の手元には今、彼らの軍隊の指揮権が直接戻ってきている。法を解くか、力を解くか、お前たちの望む方で相手をしてやろう。承知いたしました、陛下。王位継承者の指名およびエレナ王妃の処刑凍結、これをもって重臣会議の決定といたします。ありがとうございました。例なら、巫女様とレブアに言ってくれ。二人の助言がなければ、どうなっていたかわからん。はい。ただ、
ラーゴを死なせたアンボイスの罪は万死に値する。本音を言えば今すぐにでも攻め入って領地を更地にしてやりたいところだ。だが領民に罪はない。そして何より真の敵は背後で糸を引くエルビラ、平世家だ。タヌキ親父の処分は今は保留とする。それよりもエレナ、俺に力を貸せ。力？君のその盤面すべてを支配する戦術の才能を俺に捧げろ。きっといつかあなた様の価値を正しく見てくださる方が現れます。承知しました、ヘッカー。では、あなたの使える駒をすべて私に教えてください。一つ残らず、最も効率的な場所に配置してみせますわ。あ、二人でこの盤面、根底からひっくり返してやろうではないか。